あの二人、お土産を買いに行ったそうですが、ついていかないんですか？ガチのツアーガイドでもないし、そこまでついていく必要ないでしょ。それにここでヘインの考えも聞いておきたいんだよね。彼らについて。考え？どんな人たちかこっそり観察してたんじゃないの？男性は真面目で、悪意を感じませんでした。うまく偽装しているのかもしれませんが、女性は素直で、考えていることがそのまま顔に出ますね。研究所で出会った時と同じ印象ですよ。より確信が持てたってだけで。それがどうかしましたか？ちょっと変な質問してもいい？あの二人、東と西、どちらに近いと思う？何を言ってるんですか。人間をその二つに定義するのはパインレードだけですよ。その定義はまやかしで、定義する側もされる側も知らないうちに罠にはまってしまうんです。出身で人を定義するのは、その人が経験してきた人生をないがしろにすることです。信念や理想や情熱、そして苦しみの末に下した選択を全て一言で片付けてしまう。それだけならまだしも、人の生き方すらも変え、窮屈な未来へ導こうとします。最終的にこの種のまやかしによって罠にはめられてしまった人々はどうしたらいいのでしょうか。罠。そうね。子供の頃から罠の中で暮らしていたら、自分たちの考えが作られたものだと気づかないからね。外から来た人なら罠にはめられないのかな。あの二人、ナビゲーターさんたちならこの現状を変えてくれるのかな。でも総務の調査に来たんでしょ。パインレードの問題に干渉する理由はないんじゃないですか。愛と正義のためとか。その愛は感情か理性か、その正義は結果か家庭か。ここじゃこういう議論になるでしょうね。そうね。でもなんか悲観的じゃない？毎日そんなことばっかり考えてるの？他の人とコミュニケーションを取らないと心がどんどんすり減っちゃうわよ。だから時々こうしてあなたと話してるでしょ。で、ヘインの結論は？パインレードをどうするべきだと思う？伝統を守る？それとも進歩を追求する？内部の改革と外部の支援、どっちを優先する？あと、あのナビゲーターさんは信頼できる？やめてください。一気に質問しすぎです。それに全部答えられたら今頃市長にでもなってますよ。でも一つだけ言えるのは、人の心を隔てる分厚い壁は脆弱な手段では破れないでしょうね。正直、どちらでもいいんですよ。現状維持なら私は聖女のままですし、西エリアが進歩派の手に落ちたとしても、ドライバーだから食うには困りませんしね。それでも、どちら側を支持するかと言われれば、教会ですかね。少なくとも、産業汚染された地域に貧しい人々を住まわせたり、孤児を飢えさせたりすることはないですから。なるほど。やはりそうですか。私自身もどちらでもいいと思っています。環境が人々に与える影響は永久ではありませんし、どのような未来であっても受け入れられるでしょう。ですが、
進歩が時代の流れであるなら、なぜ教会は古いやり方に固執するのでしょうか。ゆっくりと前進すれば美徳を保つこともできるでしょう。高すぎるビルを建てなければ空を見上げることもできるでしょう。東エリアの性急な開発がさまざまな問題を引き起こしたのは確かですが、その教訓を生かしてもっとうまくやることもできたはずです。聖職者は湧き出る泉を崇拝するがあまり、流れが止まった水は次第によどんでしまうことを知らないのでしょうか。そんなこと私に聞いても答えられませんよ。司教に直接聞いてみては。まともに答えてくれる司教はほとんどいないでしょうけど、それなら部外者に尋ねてみるのもいいんじゃないですか。部外者。例のナビゲーターさんとか。彼は何の迷いもないような純粋な男性でした。もし彼が騎士であれば間違いなく私と共に栄誉を勝ち取るでしょう。ですが政治においては純粋がゆえに危険にさらされてしまうかもしれません。つまり鋭いけど不用心な剣ってことですか。ええ、私たちに今必要なのは勇気を持って剣を震える人です。あなたはできるのですか。人の罪と己の宿願を背負ったその腕で。わかりません。まだ考えがまとまらないんです。それなら部外者の司教に聞いてみては。部外者の司教。ミイラ隊長。確かに進歩を拒むような人ではなさそうですね。 AVG を使いこなしている技術派って感じですしね。そうですね。機会があれば彼女に聞いてみることにします。